椿だぜ。チカなのよ。今回はファミコンのスーパーコントラをプレイしてもらうわよ。スパコン。このタイトルは知っているわよね。名前はもちろん知ってるぞ。でも当時はあんまり触れてない印象だ。時代背景に関しては次の章で振り返るわよ。初代には触れていると思うんだが、とにかく難しいゲームってイメージだぞ。それに関しては秘策があるので大丈夫よ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。今回遊ぶゲームについて軽くお勉強するわよ。察したわ。これ発売が1990年なのか。オリジナルは1988年のアーケードゲームで、本作はその移植作品になるわね。とはいえ、忠実な移植ではなく、アレンジ移植、ファミコン版の前作、コントラのシステムを流用してスーパー風味に仕上げたタイトルとなっているのよ。そうなのか。オリジナルのアーケード版はそもそも縦画面のゲームなの。加えてサブタイトルだったエイリアンの逆襲もなくなっているわね。言っちゃなんだが、この時代は RPG の時代だったんだ。ドラクエ3の人気がとても高く、RPG を出してないメーカーなんてなかったくらいだぞ。90年の2月11日にはドラゴンクエスト4、4月にはファイナルファンタジー3も控えていたわね。加えて11月にはスーパーファミコンも発売されてしまうのよ。ファミコン末期のタイトルで対策 RPG と同時期の発売か、道理で全然見かけなかったわけだぜ。時期的には相当厳しいタイミングでのリリースにはなったわね。このタイミングでソフトを買ってもらえる権利を有しているなら、それドラクエや FF に流れちゃうよ。そんなの仕方がないだろ。ちなみに前年の89年末にはゲームボーイで魔界闘士サガがリリース。部屋にテレビのなかったゲームボーイキッズからとても高い評価を受けていたのよ。間違いないわ。夢中で遊んでた。ワンチャンメインのハードはゲームボーイまであった。サガ2もこの年だっけか。ゲームボーイのサガシリーズは毎年12月の中旬にリリースされているわね。そう考えると当面は RPG の時代だ。アクションゲームの分野で見ても、スーファミのリリース直後にファイナルファイトやアクトレイザーなど度肝を抜くタイトルも目立っていたわ。文字通り新しい時代がやってきたって感じだったな。そういう意味では軟化時代の隙間に落っこちてしまった感のある本作だけど、前作からは大幅にパワーアップ。スーパーの名前に恥じない難易度高めの破天荒アクションとして高い完成度を誇るのよ。グラフィック面も特殊チップを搭載することでハード性能を超える表現を可能にしているの。出たね、力技の特殊チップ。海外版はこの特殊チップを搭載できなかったために、一部のステージでは背景が簡略化されたりもしているそうよ。どうしても難しいゲームってイメージが強いんだけど、私にもクリアできるかな。ポンコツ用の救済措置として短期を30にしてスタートできる裏技があるの。30で足りる？怪しいわね。ということでもう一つ秘策があるの。コナミの2人同時プレイタイトルの多くには残機ドレインというシステムが備わっているのよ。ゲームオーバーになっても相棒に残機が残っていれば、それを奪って復活できるってシステムだな。今回は私も参戦するわ。つまり2人で60機という計算になるのよ。つまりチカちゃんが10ミスで済めば、私は50回やられても OK ってことだな。これでクリアできなかったら反省会よ。うわー。はい。今のは前回の動画、ランドストーカー最終回で、アボリジニとネイティブアメリカンを混同していたことへの罰です。それではゲームを始めていくわよ。レッツラボーなのだぜ。スバチカ。はい。ゲームスタートの前に秘密のコマンド。右左、下上、AB セレクトと押してゲームスタートよ。右、左、下。タイトルが出ている時間は意外と短いので、手早くコマンドを入力するのよ。右左下上 AB セレクト。一人で遊ぶときはセレクトは省略するのよ。成功だな。残機30だ。クリアまでに椿さんが何回やられるか予想してみてね。1P 側、青い方が私だぞ。ダブルドラゴンの時の衣装が役に立ったわね。何かゲットしたけど特に変化はないぞ。それで変化しているのよ。押してるだけで連打してくれるのか。 M はマシンガンの M。 次のアイテムが来たぞ。こっちにも回3回。これも変化ないぞ。弾速がアップしているのよ。そうなん？全然わからん。 R はラピッドの R。レーザー以外の武装と併用するパワーアップでファミコン版のオリジナル要素になるのよ。アイテムいったよ。そこに落ちたら拾えないじゃろがい。撃ったのチカちゃんだからね。爆弾マークは画面内の敵を一掃できるアイテムよ。パワーアップではなかったか。そろそろ敵の攻撃が激しくなるわよ。ワンの頃より弾は見やすいな。あばばばばば。いや、なんぼし早かろう。猿も木から筆に誤って川に流れるっていうし。気をつけてくれたまえ。君一人の命ではないのだよ。もらうわよ。
F はファイヤーガンの F なのよ。強そう。チャージ可能な強力な武器なのだけど、ぶっちゃけスプレッド最強伝説に違いはないのよ。ツアもっと命大事にしやがれ。ー、これちなみに全部で何ステージあるの？全8ステージになるわね。あぎゃ。ってことは各ステージで2人合わせて7ビスが許容範囲か。エクステンドはエブリィ設定なのでもう少し余裕があるのよ。スプレッドもろた。 M も一緒にカスさらっていったよね。気のせいなのよ。粒が出る嘘つかないで。ごめんね。いいのよ。ちょっぴりカットして1ボス。1ボスのご登場だな。カットされた要素も多いのだけど、アーケード版の雰囲気は守っているの。ヘリが来たぞ。上に向かって血まくるのよ。オラ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 。敵の攻撃には注意するのよ。砲台は全て破壊したぞ。出現したコアを潰すのよ。そもそもなんでヘリが襲ってきてるんだ。敵はエイリアンじゃないのか。機械に寄生するタイプなんでしょう。知らんけど。これはおなじみのフレーズだ。ステージクリア時にスコアと残機が確認できるわ。常に表示されているわけではないんだな。嘘。私のスコア低すぎ。ミスの合計は4。許容範囲よ。エクステンドは何点取ればいいんだ？初回3万点、イボ7万エブリーなのよ。頑張って稼がないと。無理してミスしちゃ元も子もないのよ。慎重かつ大胆な踊りを心がける必要があるな。アイテムが来たわよ。ファイヤーいただきだぜ。こっちにスプレッドがあるからこれにしなさい。どう考えてもスプレッド最強伝説なんだよな。知ってると思ってたミスったら没収なのよ。エクステンドしたっぽい。アイテムがどっか行った。今の状況なら欲しいのがあるのに。ちなみに登場するアイテムは場所によって固定されているのよ。ほう、スプレッドが出る場所では毎回出るってことか。あとアイテムは取らないと一定時間で消滅するようになったわ。取りたくないアイテムに道を塞がれたら放置すれば消えるのよ。遊びやすくなる改善も施されているんだな。この先が2面のボスなのよ。お察しの通り、私は初見プレイだからな。このゲームは攻めの姿勢が大事。ウィークポイントに最大火力を短時間でいかに叩き込むかが肝なのよ。王子が3人いるボスだな。残り1つ。うおー、私も活躍したい。はい弱い。あっさり目立ったな。私のスコア低すぎ問題。ミスしてないだけやいやい。ステージ3はジャングル。横スクロールと見下ろしタイプが交互なのか。前作にあった 3D あぎゃぎゃ。チカちゃん、チカちゃん、ヤス。最強武器を失ってしまったわね。しゃあない、切り替えていこう。ズギャギャ。一回ちょっと落ち着こう。はい、この先の水場、ここはしゃがんでいる間は完全無敵になれるのよ。溺れたりはしないんだな。リスクを感じたら水中でやり過ごすのよ。無理にジャンプで避けるより安定だな。無理しない。ジャングルを抜けて橋を渡るとボスがいるのよ。どんなやつが相手なんだ？来たわよ。別で記録連起動フォースバイダルよ。そんな名前なの？説明書に書いてるから間違い。ギャース。チカちゃん、これどうすんのこれ。うば上に乗れた気がするのよね。乗れたよ。あれ、これもしかして上が安全地帯か。多少の犠牲を払ってでも火力を出していくのよ。力こそパワー。倒したわね。よし、3面クリアだな。結構ミスっちまったな。残念なお知らせですが、あれは中ボスなのでまだ続くのよ。マジかよ、1ステージが結構長くない？ボリュームがあると言いなさい。あ、もう助からないぞ。B が落ちてる。 B はバリアの B。ずっとそれ欲しいわ。はい、変化する足場に注意して先に進むのよ。しばらく進むと3ボスなのよ。おっと、また随分とでかい感じ。実にコナミっぽい壁とのバトルよ。回転している弾みたいなとこを攻撃するんだな。地方に移動するわよ。オブジェクトが多い割にはあんまり処理落ちしないんだな。特殊チップのパワーなのかしらね。倒したわよ。やっべ、何もしてない感がすごい。しっかりついてきなさいね。スコアの差がエグいことになってきたぞ。また横スクロールか。真上からの見下ろしスタイルは2面と6面だけなのよ。横スクロールがメインなんだな。ステージ4はベースエリア、基地内部ってことになってるわ。機械的な屋内マップだな。ここからは上方向に進むのよ。天井が崩落するから気をつけるのよ。
うぎゃーす。話聞けよ。撃てばいけるかなって。はい。どんどん上に向かうわよ。これ、置いていかれるとは防音する系のやつだ。スクロールには注意するのよ。さっきから敵が人間じゃない。最初から人間じゃないのよ。じゃあ撃っても大丈夫なんだな。今さらこの感じ、ボスだな。真上からの攻撃のみね。よく見て避けるのよ。砲台部分を全て破壊すれば撃破よ。ダイソーで売ってるちりとり付きの小さい卓上砲器かと思った。頭皮をマッサージするあれかもしれない。風呂場に転がってて毛いっぱい挟まってるやつ。真下に入らないように斜め地よ。足を止めて斜めに打てりゃいいんだが。そこはさすがにね。ズッチューン。ちょま、どこにやられる要素あんのよ。残機多いから雑なプレイはダメよ。参戦。残り20切りました。つばちか。つばちか。はい、ここははっきり言って難所。丁寧に処理してたら命がいくらあっても足りないわ。ぐは。何にやられたんだ。爆発に巻き込まれた。やべえ砲台だけ破壊して可及的速やかに駆け抜けるのよ。了解だ。どんどん上を目指すのだぜ。ついてこれないやつは置いていく。待って待って、置いていかないで。無視覚回転砲は破壊する。うおー、急げ。だっは、何もせずに走ってるだけのやつがやばい。ただの雑魚やん。ドワッショイ。この隙に距離を稼ぐのだ。復帰待ちは。アイテム来たわよ。バリアください。ああ、スプレッドが落ちていった。 S だった。ちょっともつできないわ。上にマーク。スクロールにやられたわね。おかしいおかしい。あかん。今のはおかしい。もうむちゃくちゃだよ。とにかく早くここをうわわ抜けたわよ。ちょーい。これはひどい。お前のせいだろ。コナミあるあるなのよ。まったくひどい目にあった。オボスの登場よ。もう今さら何が来ても驚かんよ。これはアダムスキー型。ちょっとデコってる感じね。なんかでつくまでにいそうなやつが降ってきてる。今度はエヘン虫だ。エヘン虫は近年じゃ人が話してるとくらい死ぬのやめてもらっていいですか。うぎゃー。それは割と無茶な話だよ。倒したわよ。お勤めご苦労。残り11機。やられすぎ。久しぶりの見下ろしステージだ。このステージのボスがアーケード版のラスボス基準ね。ほう、そうなのか。アーケード版は全ボスステージの構成になっているのよ。ファミコン版の方が長いのか。アレンジという名の新作。やばいやばいやばい。やーん。8方向にしか当てないので懐に入られる前に処理しないとダメよ。ジャンプで無敵回避くらいありゃいいのに。ショックとルパースじゃないのよ。どっちがエクステンドしたのかわからんな。元より2人で60機。裏技なしではとうにくたばっていた。こいつはぐるっといくわよ。そんなん無理だよ。動きをよく見て内側に入るのよ。また来たよ。まだ前半部分よ。後半はもっとエキサイティングなの。やべえってことだろ。後半戦とにかく敵が多いのよ。や撃ちまくるのよ。おれれりゃスプレッド乱れっち。私もスプレッドちゃんが欲しい。オンドラゴルあかん。でもこれ素直にすごいと思うよ。2人同時プレイでこんだけ雑魚も弾もばらまいてもほとんど処理落ちもちらつきもないんだぜ。コナミの特殊チップといえば音源をサポートするものだと思われがちだけど、グラフィック周りをサポートする機能も有しているの。うわ、またキモいのが出てきたな。っていうか量で倒してるし。こいつは変身を1回残しているのよ。なんだって。どういうデザインだよ。説明書のイラストがなかなかに投げやりなの。やや、君ちょっとプロフの写真と感じ違うよね。倒したわ。意外と耐久低いのね。効果音がすごくコナミ。ズギャギャボンボンボン。残り2ステージ。3期7。こっちはまだ24あるわ。合わせて30回以内のミスでクリアするのよ。下に向かうのか。取り残されると壁にやられかねないわよ。あ、カクセル。こいつの名前はマヌルケよ。覚えて帰ってね。そんな名前ある？説明書に書いてるんだから間違いないわ。隣のインジューマジンの方が気になるだろう。無理に斜め打ちするよりギリギリの場所からしゃがんでつのよ。貴様、このゲームやり込んでいるな。やば、
近い。全盛期なら裏技なしでもクリアできていたんだけどね。マジかよ。もちろん最初は30分経ってもクリアできないくらいに苦労はするわ。次第にクリアできるようになり、クリア時の残機が少しずつ増えていくの。気がつけば25機以上残せるようにもなっているのよ。何その感謝の聖剣好きみたいな話。継続は力なのよ。しまった、レーザー取っちゃった。なんか扱いにくいよな。連射できないっていうか、連射すると消えちゃうせいで射程が短くなるの。ヒット確認しなきゃいけない武器だな。このエリアを抜ければボスがいるわ。ギャース。古典的なエイリアンの卵。グッハ。若干硬いわね。エイリアンの卵には火炎放射器だろ。映画で見た。ここは核融合炉の直下ではないので実弾でいいのよ。ボスだな。うおー。ぶっちゃけさっきの変な UFO と変わんないわ。スライムみたいな敵は火口が低いので注意よ。えへん虫。撃つべき場所は固定されているので真下でジャンプを駆使して攻撃をかわすのよ。なるほど。倒したわよ。残り2機、もう持ちません。こっちは22機残ってるわ。これなら大丈夫そうね。これが最終ステージか。床下とか天井に砲台があるの。ジャンプした位置で破壊しながら進むのよ。ファイヤー。敵や遮蔽に当たると4つに拡散するわ。チャージして撃った場合は8つに拡散するのよ。こんなん従来のゲームなら絶対にキャラオーバーだよな。ド派手で破天荒な高難易度ゲームってところに目が行きがちだけど、技術力もすごいゲームなのよ。さすがはファミコン末期のあだ花のようなゲームだぜ。まあ、ファミコンは94年までゲームのリリースを続けるんだけどね。ファミコンの発売は83年だよな。お気持ちではなく真面目に11年現役だったのよ。ここは結構ギリギリジャンプよ。チカちゃん。グハ。スプレッドはもらった。早い者勝ち。そうね、チカちゃんが持ってた方がいいって。諦めんなよ。もっとハングリーになれよ。エクステンドした。らっしゃい。レーザービーム。気を取り直して進むわよ。ラスボスまでもう一息。うわ。なんだよ今の。あいつは石化紅葉従者ミイラというのよ。相変わらずネーミングがイカれてんな。この先にもいるわよ。しっかりホックで打ち込むのよ。後ろから来た。ゲームオーバーなのです。さっさと復帰しなさい。すいません、いただきます。この残機を共有できるシステムは偉大な発明品だと思うわ。遊ぶ子供のことを考えてる仕組みだよな。一緒に遊ぶって点をちゃんと理解しているわよね。一方が先にゲームオーバーであとは見てるだけって時間を極力減らせるもんな。一方がある程度離れていれば、こうして初見の人とでも最後まで遊べるの。案外接客用のゲームとしても重宝するのよ。そういうゲームは貴重だったな。私にとっては結構思い出深いゲームなのよ。うわ、危ない。実は全然危なくないのよ。なんだよ、コテ脅しかよ。ビビらなくていいのよ。マリオでもこんな仕掛けあっただろ。反射的にしゃがんじゃうわ。足場の悪い場所なら頭上注意なのよ。なるほど、変なタイミングでプレスされたら落ちちゃうな。ここを抜ければラスボスとご対面よ。コメラモスキングだっけ。それは前作のラスボスよ。これは勘やつはあかん、ヤス。難所は突破したわ。いよいよラスボスか。ラスボスの名前はインジュキムコウなのよ。インジュキムコウ。発売当初は名前が不明のボスだったんだけど、後になってスーファミ版のコントラスピリッツに再登場した際に名前が明らかになったのよ。割とエイリアンのリサイクルは多いんだよな。ゴメちゃんとか結構常連なのよ。ゴメちゃん言うな。この足元から飛んでる小石、当たり判定があるので注意よ。余裕あるからって実践しなくていいから。狙うのは上の顔の目よ。ギリギリの位置から斜めに行けば、なんかその霊感じに当たるのよ。ばらまいてる弾は破壊可能なんだな。見た目のインパクトの割には実は弱いボスなのよ。スプレッドを持ち込めていれば出現と同時に飛び乗って連打すれば秒で倒せてしまうのよ。ビルとランスがアホほど強いってことにしておこう。倒した、クリアしたぞ。ミスは35回くらいかしらね。一人だったらボスでもっとやられてるよ。これもまた協力プレイの醍醐味なのよ。そもそも醍醐味ってどんな味なんだ。伝説に登場する超うまい飲み物らしいわ。飲み物なのか。牛乳を原料にしていたってこと以外の情報は失われてしまったの。一説によるとバタとカカルピスと頼むヨーグルトって言われているのよ。嫌いじゃないぞ。無事にクリアできたところで軽くレビューしてちょうだい。特殊チップよ。すげえな。あんだけ画面がうるさい展開でも処理落ちなし、ちらつきもほぼないって確かに限界突破してるわ。エンドロールが想定外に短いのでサクッと一言で締めちゃって。ちょマジかよ。そうだな、本作はコナミゲー。それはみんな知っとるわ。
まあ、そうなんだけど、コナミのブランドに期待する部分ってあるじゃん。コナミのゲームはこうあるべき、あってほしいってライン。そこはしっかり担保されている感じで安心できるタイトルだ。初心者用の救済措置もあって遊びやすいタイトルだと思うぞ。つばちか。無事にクリアできたところで今回はここまで。さすがにレビューがざっくりすぎるのでもうちょっと語らせてよ。どうぞどうぞ。コナミの特殊チックって私も音源チックだとずっと思っていたんだ。良質なコナミサウンドを支えていたのも事実ね。音がいいってのは確かに大事なことだ。良質なゲーム体験には良質なサウンドが欠かせない。これは紛れもない事実だろう。そういう意味では音は分かりやすい。ちょっと聞けばこいつはすごいって一瞬で理解できる。グラフィックに関して言えば通常のゲームと比較して解像度が高いとか色が増えてるってことはないんだが、それでも違いははっきりわかるんだ。ファミコンのゲームってこうだよねって部分、そこをこっそりと超えてきてるんだよ。スプライトの表示上限の都合でちらつかせる処理は当たり前だったものね。この時代だと PC エンジンやメガドライブがすでに出ているんだ。さすがにそっちと比べることはできないが、それでもファミコンという区分で見ればすごいことだ。これは同じインスタントラーメンの区分でノンフライ麺とかフリーズドライ麺が出てきたくらいの衝撃だぞ。ちょっと感動するわ。とはいえ時代が移り変わるタイミング、これ以降は熾烈な第4世代の戦場に突入していく時代なのよ。一番熱かった5年間かもな。インディーズを除くゲームメーカーの数が一番多かった時代ね。はい、ともさんからのスーパーチャットじゃなかったスーパーサンクスをいただきました。ありがとうございます。なんだ、神様って実在するんじゃないか。はい、今月マジでちょっと危なかったのでマジで助かります。マシュマロは来ていなかったのでリザルトは以上です。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。実家から鍋をたくさんもらってきたぞ。どういうことだってばよ。なんか知らない間にオール電化になってた。IH 非対応の鍋がいらなくなったのね。時代の激流に取り残されている気分だぞ。でも火が見えないと不安よね。お前は料理一切せんやろがい。私は見てるだけ。芋の皮くらい剥きやがれ。